はいどうもこんにちは。シーバスフェスタ2025、エバーグリーンブースのご紹介をさせていただきたいと思います。まずですね、ルアーですね、アベンジャー125の新色が、この秋出ました。濁った革なんかで使う、パール系のカラーからこの、キャンディーカラーね、これ僕干潟でもともとあったねキャンディーもものすごく好きだった色なんで、これからちょっと秋のシーズン、干潟に川に着してもらうこと多くなるかななんて思います。あとですね、比重を軽くしたドリフトチューンですね、これシェアロック号ドリフトチューン、同じ放送でもねよりスローに聞きたいなんて方に、もともとライトゲームメインで開発されたドリフトチューンなんですけども、シーバスでも使える場面はあるんじゃないかななんて思います。澤さん、新しいコルセア、はい、色がみんなクリアカラーですよね。これはどういう意図があるんですか？このコルセアに限ったことではないんですけども、色によるシルエットの差、魚からのシルエットの見え方の差ってものすごく大きいんですよ。同じルアーであってもカラーが違うことで大きさってもかなり変わって見えるっていうのは、これも魚の目の研究されてる方がはっきりおっしゃってたんで、間違いないと思うんですけども、シルエットがボケるクリアなカラーって実際の大きさよりもルアーを小さく見せられる。基本的にライトゲームだったりマイクロベイトだったりちょっと特化させたモデルなので、クリアカラーのラインナップが多くなっているような感じですかね。クリアカラーだけじゃないんですけど、今回展示してあるのはクリアカラーがメインにはなりますけども、で他のルアー使う場合でもそんな特徴があるっていうのは覚えておくといいのかななんて思います。で、今回の目玉はですね、竿ですね。この秋発売になりました、ゼファーバンダルドファイナルウィップですね。で、こちらに関してはフィッシングショーで小沼さんと一緒に解説の方もさせていただいてますので、ちょっとそちらをご覧ください。で、今回、このイベントで初お披露目ですかね。多分ゼファーシリーズで初ですかね。もう本格的なもう完全ビッグベイト用ロッド今回展示されてます。開発はね小沼さんの方がやってるんで、詳しいスペックやなんかね今後随時発表になってきたと思うんですけども、マックスのウェイトが300まで超えるってことでね、マグナムベイトって言われるようなルアーまでカバーする竿となってます。あとベイト系でいうとね、まだ竿の名前が決まってないんであれなんですけども、ニュアンスとしてはマイティスラッガーをさらに強くしたモデルも、来年発売予定となってます。フィニングで大型ルアー投げたいっていう方にね、新たな選択肢が増えたということで、あとですね、新商品というわけじゃないんですけども、今の時期東京湾でサワラ、稲田、ワラサ、青物をボートから狙うっていう方なんかにおすすめなのがですね、IT スラッガー17、こんなに長い竿必要ないんじゃないかって方いらっしゃるかと思うんですけど、三好の高さであればね、これ竿下げてちょうど水面叩かないぐらいのレングスで、オーバーから投げちゃいけないよっていう船宿さんにおいても、足場の高い三好らへんうまいこと陣取れた場合ね、これぐらい長さあってもアンダーで全然投げれると思います。ある程度レングスがあった方がね、竿のしなり生かして投げやすいってこともあるんで、ボートイコールショートロッドっていうね、イメージ持ってらっしゃる方もいるかと思うんですけども、かえってねこれぐらい長さあった方がねやりやすいなんて場面も多々あるかと思います。シーバスフェスタ2025ですね、シーバスボートの紹介でした。新発売する竿、ファイナルウィップ96、これ何がすごいかっていうと曲がりなんですけど、皆さんバイブレーションってバレるじゃないですか。もう僕もよくバレます。僕って YouTube のコメントで燃えるタイプなんですよ。でオルマあいつめっちゃバラすよなってコメントめっちゃ入ってたんですよ。もうイラッとして、だったらバルネスを作ってやる。なるほど。それでできたのこれで、なんでこの柔らかい竿をしちゃって何が起きたかというと、バイブレーションでシーバスヒットさせますよね、硬い竿でパパパパって速い。これは柔らかいから、ヘラ竿のように柔らかいからエラーライのスピード遅くなってるんですよ。だからそれで何が起きるかというと、針が伸びにくくなる。
なるほこれで例えばその小型の鉄板バイブアイアンバービー55とかアイアンバービー40とか、はいシリテンバイブ53とかバービーとかはい投げるでしょ、はいやっぱバレるじゃん、はい鉄板バイブってちっちゃくても、そうですねこれでかなりバラしております。大和さんの石川の動画見てください。リアルスチール使ってるけどこのサウンドやってるんですよ。はいはいだから近年ここ最近大和さんの動画アップされてるんですけど、サウンド全部これなんですよ。バレないバレない。これはもう間違いなく柔らかい竿ってこうバレないっていうのは昔から言われてたことではあるんですけど、これ何がすごいってこれ 30g も投げれるんですよね。 3から30で、あと、はい柔らかい竿って感度悪いじゃん。はいはいさすがエバーグリーンで、すごいですね感度いいんで、これねもうぜひこれね後でロット展示してるんで、はいこれ曲げに来てもらってね、はいロット曲げるコーナーあるから。そうですねでこの竿を使ってバレるやつはバレるよ。そのバレるやつっていうのは、はい針が曲がったやつ。俺さ針ちっちゃいから弱いから曲がっちゃうんですよ、はいそれはバレる。針が曲ががんなかったらキャッチしてる。ただこれだけやっぱ竿がしなやかに曲がると針も伸びにくい伸びるやつじゃないですか。だから伸びるやつはバランス。伸びなかったらバレてる。はいは大体バレたら針曲がってる。だからそれも針の強度の問題だから。いなるほどだから前みたいに鉄板巻いたらババーってやったらポンって取れるようなない。釣るために仕方ないことなんですけど、カワハギ釣りあれめちゃめちゃバレるんですよね。あ、バレんの。バレますバレます。ポンピングなんかしたら最後すぐバレます。さすが川脇選手教えて。俺が興味あるわ。それでその当たりを取るためかけるため竿を固くするしかないんですけども、全く曲がらない引きを吸収しない竿で魚ってかけると餌釣りですよ。完全に餌を吸い込んであんなちっちゃい針完全に口の中に刺さってるのにやっぱりバレるんですよ。シーバスってどうしてもねトレブルフックでその口の中に完全に針が入るばっかりじゃないじゃないですか。口の柔らかいところに刺さってしまうこともあるし、引きが甘い場合でもう竿が吸収しなかったらどうしてもバレちゃうっていうのは今までどうしてもついて回ってた問題だと思うんですけど、これレバーブレーキとの相性もきっといいですよね。だからね逆にシャローランナー系針3つついてるじゃん。はいはいはいキャッチ率100%だよ。針曲がんなかったら絶対取れる。曲がってないもん。広報の子もはいファイナルイップで使ってはい8匹ぐらいですよ。おー1匹もバラしてる。ただその時聞いてお化け見たから。それはなんか関係あるんですか。でも俺急にうーとか言ってそういうやつがいた。なるほ俺には見えなかったの。はいだから俺より釣ったもん。倍釣ったの。ど。やっぱ見えると釣れます。そうだって俺が叩いた後に釣ってくから。だって水深30センチしかないと思う。アベンジャーやっぱ幽霊見ると釣れますから。なるほど。だからこのファイナル1分を使ったことによってはいはいはい。ちっちゃいルアーに関してちっちゃいとか軽いルアーに関しては、はいバラシでやっぱ柔らかいじゃないですか。これさっきも言ったんですけど、はいシーバスルアー投げにくい方いらっしゃると思うんですよ。佐賀ははい。初心者にはいどうやって投げ方を教える。ルアーなんですか。そう初心者に今日初めてシーバスロット使いますって人にどうやって教えるのが一番手っ取り早いと思う。考えたこともなかったですけど。あるんですよ。はいあと最近ベイトも入ってるでしょ。はい。ベイト投げる人にも教えてんだけど、はい皆さんバス用のルアーでバスベイトっていうルアーがあるんですよ。プロペラついたはい。あれってさ、はい思いっきりキャッチしたら飛ばないんだよ。はい。であれを綺麗に投げれるようになるでしょ。はい。シーバスルアーもっと飛ぶの。だからバズベイト1個買ってバズベイトをきれいに投げれるようになったらもうあなたはもうキャストマスターです。シーバスルアーズバーッともう竿の曲げ具合とか全部わかる。ロッドにこう重みをちゃんと乗せないとバズベイトってちゃんと飛ばないんですね。あんま考えたことなかったですけど、そうかもしれないですね。飛ばねえよ。でそのバズベイトをヒュンって飛ばせるようになったら、いシーバスルアーもっと飛ぶんだよ。あら、じゃあ息子に2個買ってってあげたいと思います。皆さんわかりますよね検索してください。ググってください。バズベイトってぶっちゃけどこのメーカーさんでもいいんで、あもうなるほどバズベイトは飛ばないんで、それがやっぱ上手い人は飛ばすんですよ。なるほど。バズベイト投げれるようになったらベイトだろうがスピーニングだろうが飛ぶようになる。ぜひ皆さんバズベイトで練習してください。
でこれ僕投げてみてバズベイトうまく投げられなかったら笑っちゃいますね。大丈夫ですかね。わかんない。あれと万年になったんです。バスベイトはマジでアングラーのキャスティング技術育てるんで、なるほど。ちょっと遠くに、僕結構質問多いんですよ。飛ばせないんです。はいはいはい。そういう方になるほど。教えてるんです。で特にこういう柔らかい竿はやっぱ投げにくいじゃないですか。はいはいはい。でただね、この投げにくいでしょ、太柔らかいから、はい。逆に逃れとか、バックリースピンノクとか、シリテイパイプ53とか、マービー50とか、アイアンマービーとか、ちっちゃいのはワームね、スリートラップとかミドルアッパーとかが飛ぶの。俺ね、今まで30メーターぐらいの運がね釣りしてて、逃れが対岸に乗っかったことないんだよ。これだと乗るんだよ。ああ、まあここは確実に伸びてますよね。だから逆に逃れとかこれからのバチンケで使う方多いと思うんですけど、ファイナルウィップを使えば、だからちょっとバラシで悩んでる方には結構多いですよ、バラシの質問って。なのでぜひちょっとバラシが多い方で、あとキャストが決まらない方、そういう方にはバズベイトを使って練習してもらって。こういうちっちゃいのが取れますからね。なるほど。まあそんな感じでもうちょうどいい時間なんで。はい、はい、今回もご視聴ありがとうございました。この夏ね、だいぶ暑くて水温もね、東京湾かなり30度超えちゃうような状況で、シーバスあんまり良くなかったって方多かったかと思うんですけども、まあ、ここへ来てだいぶ涼しくなってきてですね、羽田の周りなんかもかなりこの城が切断して、ちょっと秋らしくなってきたかななんて思います。でこれからね、水温どんどん下がってシーバスがねこう動きやすい水温で落ち着いてくると、また釣果の方も上向いてくると思いますんでね、秋のシーズン皆さん楽しんでください。